What was it? I said 1, 2, 3 into the 4 Get some money パン工場が始まる Yo! On camera. Black holes and white lights, white noise and black sun shuttles and bright lights and clicks back in action, surrounded by display. I display visions of a way for heaven on earth and hell on earth to fight for night and day apocalyptic host. 皆さんはレコード買いますか？僕はね、買うんですね。いや、こういう風にね、結構その自分が好きだった作品とかを、バイナルというかフィジカルで集めたいタイプで、その中でもやっぱバイナルをね、一番よく買うんですけど、レコードですね。やっぱね、楽しいんすよ。それにつける、That's what it is, man. まず、そもそも僕こういうジャケがめちゃくちゃ好きなんですよ。だから、ストリーミングとか YouTube って、この画面めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。だけど、こうやってこう、バイナルとか買うと、やっぱりこのジャケのね、これ細部、なんかここに車いるなとか、なんかそういうところまでわかるじゃないですか。楽しみ方の幅が広がるというか、あとはね、やっぱりその中に入ってるそのブックレットとか、そのクレジットとかね、そういうものを見ながら音楽を聴くっていうのがなんだろうな、一番慣れ慣れしく、その楽曲とか音楽にこう触れ合ってる感じがしてすごい楽しいんですよね、個人的に。なんかリスナーとして一番音楽してるなーって感じる瞬間というかね。でね、一旦この辺のバイナルっていうのは後々いつか紹介するとしてこれは置いておいて、はい。Put them to the side. 今回ね、僕が手に入れたのはこれですよ。Denzel Curry, Melt My Eyes, See Your Future. Yes, sir. Vinyls. Yes. LP, Sexy. これはね、多分9月とか末かな ?9 月末にLP と CD とカセットかな出てて、で、もうこの作品今年出たリリースの中でもやっぱ結構好きな作品だったし、この日本語帯がめちゃめちゃ可愛いなと思って、もうほんとすぐ手に入れたくなっちゃって、マジで。でね、せっかくなんで開封動画的な感じで、いわゆる日本の YouTuber の元祖のスタイルですよね。ジャパニーズ YouTube の応戦みたいな。このバイナル自体を紹介しつつ、僕のこの作品の好きなところとかを、ちょっと説明していけたらな、みたいな感じで思ってます。普段リアクションとか解説するときこうやって僕手ぶらでやってるんで、I was just wondering if I have, something to show you guys. いや、ほんと今日の動画のためにこいつまで開封してなくて、You know what I'm saying? This baby is still sealed yet. わかるかわかんないけど。ちょっと今から開けていこうかな。開いた。開けました。まずでも側か。一旦このやっぱ日本語ジャケめちゃめちゃ可愛くないこれ。目が溶ける。しっかり日本語書いてるよね。ペアレンタルアドバイザリーももう全部日本語です。しかもね、このバックも、このね、側 A、側 B ってこれもサイド A、サイド B のことだよね。やっぱこういうね、なんか若干不自然な、A 側、B 側とかの方がまだ自然かなっていう気はなんとなくするけど、こういうテイストがね、残ってるのがなんかやっぱね、海外の日本語帯らしいよね。日本語帯って割と、このメインストリームだとどうかわかんないですけど、流行ってるんですよね。アンダーグラウンドのラッパーって、結構それこそ僕らが紹介するグリゼルデレコーズの West Side Gun とか、Conway the Machine Benny the Butcher とか、あの辺は割と自分のレーベル、違うな。自分のバイナル、自分のレコードを出すときって結構限定で日本語帯をつけた。ガンだったら西側の銃とかね。で、それに対するタイトルも日本語でつけたりして、そういうところのなんか流れも踏んでるのか、シンプルにね、デンゼルが日本ファンだからってのもあるとは思うんですけど、嬉しいですよね。こうやって日本語っていうものがガンガン活躍してんのが。てか、今気づいたけど、これ反射してさ、この裏ジャケっていうか後ろのジャケ書いてるよね。目が溶けるとか。Wow。いや、こういうとこだよね。やっぱ、ジャケが楽しめるっていうの。そもそもね、デンゼル・カリーの生え際ここまできっちり見れることないですよ、皆さん。Know what I'm saying? 中身出しますか。かっこよ。Wait, hold up. Look at this. これほぼ、オビトじゃない？ナルトのオビトだっけ？仮面つけてたやつ。ちょっとなんか感じるよね。これデンゼル・カリーならちょっとありそう。肝心なのは中身だよね。静電気。おい。側 A。Side A。Wait, which one's Side A? ごめん、ちょっとわかりにくいかも。これは後でゆっくり聞いておこうと思います。
多分ね、これ限定版というか、そのカラー版みたいなものもあるんですけど、オーソドックスなブラック版というか、僕はこれが結構好きかなっていつもなんか買うたびに思います。このロゴもそうなんだけど、このなんかこの日本語帯の配色とか見て最初に思ったのが、戦隊ものっていうか、なんて言うんだろう、レンジャーものっていうか、ウルトラマンとかの、初代のウルトラマンってさ、なんだっけ、ハヤタシーンだっけ、地球防衛軍のその制服の配色とか、なんかそのテイストに似てないっすかこれ。絶対あると思うんだよね。なんかほんとこのゼルトロンのそのロゴの感じとか、この、なんだろう、字体、フォントとかも含めて、なんかそういうニュアンスしません？ Betty likes it. Don't be mad if I'm wrong. Okay? Guys. 多分このさっきのバイナルが入ってたケースの方に曲のリストとか、そのクレジットとか載ってますね。ちょっと光って見えないかな。いやー、このやっぱクレジット読むのが楽しいんだよな。マジで一生読んじゃうわ。例えばだけど、この、11曲目かな ?The Smell of Death。この曲って、このサンダーキャット入ってたの知ってます？まあ僕は知ってたんですけど、まあ普通にフィーチャリング表記とかはサブスクだとされてなくて、ちょっと見えるかわかんないんですけど、ここにサンダーキャットって書いてるんですよ。いや、こういうのがね、やっぱこれを見て初めてわかるとか気づくっていうパターンって結構あると思うんですよね。なんで、まあ早速、このクレジットを見ながら、ちょっと僕が好きな曲3曲、トップ3をちょっと紹介したいと思います。ボーン！まず第3位。なんだっけ？ Oh, The Ills。最後の曲ですね。このアルバムの最後を締めくくる The Ills。これね、このピアノで始まるこのアルバムをですね、ピアノで締めるという、もう粋な曲。本当に。割とそのブーンバップ調というか、クラシカルなそのビートに近いニュアンスの曲で、でもものすごくスムーズ、もう very smooth。だからこそだし、そのすごいミニマルなトラックだからってのもあるんですけど、デンゼル・カリーのもうラップの良さがもうガンガン出てますね。デンゼルって本当に僕が思うにその歌うようにラップすると思うんですよね。本当なんか spit the verse ってよりも sing the verse みたいな感じまさに。というのもその彼のラップってちゃんとそのキーというかその音程があるし、でキャッチーなそのリズムとかキャッチーなフローを作るのがものすごく上手いから、そのケイデンスのね韻律の組み立て方がすごい上手いというか、だからフロー自体が難しすぎなくて、そのすごい気持ちよくスムーズに歌えるんですよね。一回これ僕らの TikTok の方で紹介したことあるんですけど、この彼のラップってやっぱいい意味で難しく聞こえなくてすごいなっていつも思うんですよね。Black holes and white lights, white noise and black sun shadows and bright lights and clips back in action, surrounded by display. I display visions of a way for heaven on earth and hell on earth and fight for night and day apocalyptic host. マジで気持ちいい、本当に。She feels great. Dot the Genius っていうプロデューサー、ニューヨークのプロデューサーかながこれ手掛けてて、この人って割とそのキッドカディとかを手掛けてるようなプロデューサーですね。wait。これあれだわ、このさっき Dot the Genius の他に、プロデューサーの欄に、これいつもちょっと読み方わかんないんですけど、Noah Goldstein かな、これカニエとかの曲を多分めちゃくちゃやってる人なんですよね。あ、こいつも入ってんだ。そりゃいい曲になるよね。ボーン！次ですね。次は、サンジュローです。サンジュローですね。いわゆる。いや、この曲ってもうこれぞデンゼル・カリーっていう感じ。マジでそのトラップシットって感じ。ちょっと語彙力がすごいとんでもないことになってるんですけど、ちゃんと説明すると、例えばそのタブーとかインペリオとか、その昔の彼の作品を思い出すような感じのノリですよね。なんかやっぱ彼ってもともとその喉が強いし、声もすごい太いというか、すごいしっかりソリッドな感じなんで、力強いビートとか力強い乗り方ってめちゃくちゃハマりますよね。なんか一番輝いてんじゃないかなって思う時もありますね。やっぱああいう曲調の方が。しかもですよ。しかも。Bitch, I'm a king. R.I.P. to King Ghidorah。このフレーズはもう絶対に聞き逃しちゃダメです。これはね、実は僕の大好き Doom のことなんですね。MF Doom right here。やっぱこの2020年だったっけな ?2020 Yeah, he died in 2020, but they announced it in 2021. Am I right? But anyways, デンゼルお前も Doom 好きだよなっていう、その個人的になんかすごい俺得なラインというか、すごい嬉しかったですね、これ聞いた時。で、あとはこの音楽的にこれがどう好きかっていうと、このやっぱ展開ですよね。この一番最初のこの頭の一番上がるパート、畳みかけてるパートあるじゃないですか。
最初イントロもなしにこの銃声とともにいきなり入ってきたかと思うと、一回途中で中断して、そしてまた改めてその頭から入り直すみたいな、この展開いいですよね。で、この三十郎ね、その名前にもあるように、そもそもこのアルバム自体が黒澤明の影響をすごい受けてるらしくて、三十郎は椿三十郎のことらしいですね。まあリアクション動画も上げたWalking っていう曲あるじゃないですか。あれもそのタイトル通り歩くっていうものがコンセプトになってると思うんですけど、その歩くっていうものもその黒澤明のなんだっけ、用心棒から持ってきたらしいですね。He knows a lot about Japanese culture. ボーンラストはね、Ain't No Way。いや、やっぱこの曲は外せないよ。もうデラックス弁当みたいな曲ですからね。だってもう Black に Rico Nasty、JID とかが入ってるわけですから、他にもその客演いますけど、で結局ね、こんだけ人入れて、これをどうやってまとめてくるのかと思ってたら、またその Walking みたいなトラップっぽいビートと、そのブーンバップっぽいビートみたいなのをちょっと切り替えて、シーンがね、ちょっと分かれてるような感じの作りになってて、これのね、このバランス感がめちゃくちゃ好きです。この最初のこの Rico Nasty がトラップっぽいビートでかますところ。リコちゃんのね、このラップのね、この油の乗り具合ももちろんやばいんですけど、ラップの乗りにね、どんどん合わせて、このビート自体もこの成長していくというか、その音が増えていって、どんどん膨張していくようなイメージ。これはね、ほんとヘッドホンとかで聴いてほしい。それかクラブのスピーカーとかで聴いたらこれめっちゃやばいです、絶対。後半のブーンバップっぽいパートはドラムの音とかもちょっと生っぽく変わって、ピアノとその声ネタの上で JID とデンゼルがラップするんですけど、JID もその言葉を詰めすぎず、スペースを存分に使ったバースでそのうるさすぎないし、何よりそのデンゼルのラップがね、もう大人なラップ。Ain't no way, this the way I'm living out my final days. I feel like Jay, chakra flowing through me like a tidal wave. この Ain't no way, my final days. I feel like Jay, a tidal wave か。前もコンウェイの解説の時にも言ったんですけど、この音節でケイデンス、韻律を作って踏んでいく感じ。めちゃくちゃこれがもう大人のライムってやつですよ。大好物です。憎いことにこのデンゼルのバースに素晴らしい言葉遊びすら入ってるんですよね。ちょっと後のパートなんですけど、ここ数年で友達たちが敵になっていくと。で、銃弾がカッコみたいに左右に曲がっていくみたいな。つまりその周りに裏切る人間がいっぱいいて危険な状態であるっていうのをその銃弾がね、その自分の周りを飛び交っているみたいな様子で例えているところなんですけれども、銃弾の動きをね、このカッコで例えてるんですよ。まさにこの自分がもうこのカッコの中にいて、銃弾がこうかすめてるようなイメージですよね。これはね、その言葉遊びとしてその言葉の意味がどうのっていうよりも、彼が見せたい景色をそのビジュアライズしてるというか、そのなんていうのかな、イメージとして景色をすごい見せてくれるようなすごいいい言葉遊びだなと思いました。でね、この2つのね、トラップっぽいパートとブンバップっぽいパートを結ぶのが、ブラックのもう素晴らしいスムーズなフックですよ。相変わらずの浮遊感と、いい感じのハスキーな声ですごいキャッチーだし、もうね、文句ないです、この曲は。今ちょっとこの Ain't No Way のこのクレジットを見てて気づいたんですけど、この曲のキーボードも多分 Robert Glasper 参加してるんですよね。Wow。1曲目はね、多分フィーチャリング表記で、1曲目の Melt Session、あれは Robert Glasper 書いてると思うんですけど、Ain't No Way もキーボード入ってるらしいですね。とこんな感じでね、この作品はめちゃくちゃいいです。でこのアルバムって割とその彼が自分を見つめ直すアルバムというか、社会に対する理想と、絶望みたいなところとか、彼自身に対するその理想と絶望みたいなところとかを、割ともう赤裸々に、もう感じたままにそのフィルターとかオブラートに包むとかそういうものを通すことなく、結構正直に喋ってるようなアルバムなのかなっていうような印象で、インタビューでも言ってたんですけど、コロナの影響でおうち時間の中でね、在宅中っていうその機会を逆に活かして自分を見つめ直すような、作品としてアウトプットしたようなので、これは2022年らしい作品だなとは、思います。
で、まあ今僕がこうやって今聴いてたというか、この見ながら聴いてたような感じで、割とその音楽ってこういういろいろ説明書みたいなのを見ながら楽しむっていう、楽しみ方もありまして、まあ手当たり次第ね、そのいっぱいストリーミングで楽曲を聴くってのもいいんですけど、ぜひなんか気に入った作品とかあれば、もっとお前のこと知りたい、お前のこと好きになりたいみたいなアーティストとかがね、もしいれば、ぜひバイナルとか、CD、カセットとか買ってみてはいかがでしょうか。まあ、この作品のね、Melt My Eyes See Your Future の、リンク、購入リンクとかを僕が探してちょっと概要欄に貼っておこうと思うんで、もしちょっとでも興味ある人は check that out です。Alright man, thank you for watching. I'm out. Peace.